はい、皆さんこんにちは。今日は敬語について少しお話ししておきたいと思います。日本語でかなり難しいところなので、混乱している人がかなりいるように思います。それで少しこの動画で頭の中整理することができればいいなというふうに思いました。この動画は主に元気にを参考にして作ってみました。ただし、ここのね、順番だけがちょっと変えてあります。教科書、元気ではね、1、2、3の順番で説明していたかと思いますが、この順番の方が理解しやすいのかなということで変えておきました。では、行ってみましょう。まず、最初に出てくるのは尊敬語ですね。教科書の168から170ページあたりにあるやつ。いろんな動詞のリストがあったかと思います。ね。いる、行く、来るがいらっしゃるになる。ですから、見るがご覧になる。食べる、飲むが召し上がるになるというね、リストがあったやつです。で、それ以外のやつ、普通の仲間は、お、バーブステムになる。例えば、帰るだとお帰りになる。読むだとお読みになるというふうな、普通の動詞のやつです。まあ、ここまではいいでしょう。じゃあ、どうやって、どういうふうに使うのか、何をやってるのか、これを使うことによって何が起きているのかということをちょっと理解しておいてもらわないとなかなか他の2つと区別がつかなくなってくるんじゃないかなと思います。ということで、いきます。まず、私と先輩が会話をしています。で、先輩の方がポジション上。で、私が先輩に対してこう言いました。あの映画をご覧になりましたかということで、先輩はあの映画をご覧になりましたかということです。で、この先輩が映画を見るという行為、アクション、アクター、先輩、ね、行為者は先輩で、その行為が見る。で、私はこの先輩のことを上位に置きたい。レスペクトを示したいということで、先輩の行為、アクション、これに対してご覧になるという言い方をします。そのことで先輩が上に置かれた。先輩に対して敬意を示すことができたというふうになります。はい。それが直接話していて、聞いている人の方が自分より上にある時の言い方。次はですね、先生です。先生はそこにいません。私と先輩が話しているんですが、先生について話している。でも先生はそこにいません。先生はトピックです。その時に先生に対して敬意を示したい。先生が映画を見る。この行為ですね。この見る。先生が見るというその見るをご覧になるというふうに変えることで先生を自分より上位に置いて敬意を示すことになります。先生もあの映画をご覧になりました。ご覧になるの行為者、アクターは先生です。いいですか？こんな風に、直接話しているか、あるいは直接話してなくても話題になっている人、その人の行為、アクション、直接話している人の行為、アクション、これをご覧になる。例えばね、見るだとご覧になる。こんな動詞を使うことで、その人、その行為をする人、アクターを上に置くことで、レスペクトするという風なのが尊敬語です。いいですか？では、次に行きます。日本語ではね、謙譲語っていうやつです。教科書の189、191あたりにあります。どういうふうに作るかというと、をバーブステムするです。さっきのはね、をバーブステムになるでしたから、間違わないでくださいね。はい。
どういうふうになるんでしょうか。待つですが、お待ちする。さっきのやつはね、尊敬語だったらね、お待ちになるというふうになりますが、今度は謙譲語だから、お待ちするになります。会う、お会いする。尊敬語だと、お会いになるというふうになります。しっかり覚えてくださいね。どっちが尊敬語で、どっちが謙譲語か、しっかり理解するように。それから、こういう何とかするというふうな、ちょっと違う形のやつですが、例えばね、紹介する。これは紹介っていう名詞、ナウンにするがくっついたやつ。こういう動詞の時はですね、ご紹介するというふうに言います。案内、ね、名詞、ナウンにするがくっついた。ご案内する。説明という名詞、ナウンにするがくっついた。ご説明する。はい、こんな風に、おじゃなくてごがつきます。いいですか。それからもう一つは特別なやつ。もらうはいただくになるし、あげるは差し上げるというふうな形になります。じゃあ、この謙譲語、これを使うことによって何が起きているか、それをちょっと考えてみましょう。まずさっきと同じようにね、私と先輩が直接話しています。聞いているのは先輩。もちろん先輩の方がポジション上です。駅でお待ちします。こういうふうに言いました。で、このお待ちするのは、言わなくても私になっているということです。行為者、アクターは私で、待つ、行為は待つということです。で、今度はね、この待つをお待ちするということで、自分を下に置くんです。簡単に言うとね、自分のポジションを下に置くことで、相手を上に上げるというふうなことが起きています。さっきの尊敬語は相手を上に上げるということでした。それに対して謙譲語は自分を下に下げるということをしています。いいですか。さっきと逆。はい。今度はさっきと同じように、話題、先生について話しています。私と先輩が話しています。駅で先生をお待ちします。これ言ってないけども、私が待つんですよ。ということで、行為者、私、行為、アクションは待つです。で、誰を待つのか、先生を待ちます。この私のこの待つという行為、アクション、これをお待ちするに変えることで、自分を下げて先生に対して敬意を示すということになります。いいですね。ここでも何が起こっているかっていうと、簡単に言うとそんなことです。さっきは相手を上げる。今は自分を下げる。それが違いです。ここのところしっかり覚えておいてください。はい。はい。それでは最後、定調語の説明をしたいと思います。教科書のね、188から189ページにあるやつですが、これが一番、混乱しやすいものかなと思います。簡単に説明します。できるだけ。まずはね、教科書の方にいろいろリストがあるかと思います。いる、ね、おります。行く、来るが参ります。言う、申します。食べる、飲む、いただきます。ある、ございます。こんな風に書いていたかと思います。で、これらの動詞については、です、ますをつけるということです。このです、ますはね、実はですね、これが一つのね、丁寧語っていう敬語のカテゴリーになってたりするんですが、それはいいでしょう。どういうことかというと、例えばね、いるに対してね、本当はおるがショートフォームなんですが、おりますとします。参る、参ります。申す、申します。いただく、いただきます。というふうになります。じゃあね、こういう動詞を使って、何をしているのかというとですね、実はね、丁寧に話しているんですよ。敬意を示すということで、聞き手を上位に置いているということなんですけどもね、さっきの2つみたいにね、
直接的に相手とか自分の行為、アクション、それを使って、上、下をはっきりする、そんなようなものではないです。さっきの2つと違うところは、丁寧に話しているということ。で、丁寧に話すことによって、敬意を示しているということです。例えばね、ですっていうのね、何々ですっていうのね、何々でございますっていうとね、日本人が聞くとかなり丁寧な話し方をしている。普通はなかなかショップとか、高いところでないとね、聞きませんね。で、主語なんですけども、私とかね、ものが主語になります。私はメアリーハートと申しますってあれですね。あんなやつです。あとはね、ものが主語になったりする。ものだからね、そのものに対してレスペクトするとか、そんな必要はないということです。また、さっきと同じように考えてみますが、あそこにトイレがある。こういうことを言いたいときね、トイレ。はい、ものが主語になっています。トイレをレスペクトする必要はない。あちらにトイレがございます。これはこのトイレをレスペクトする言い方じゃなくて、このセンテンスを丁寧にする言い方です。で、こういうことで、これを聞いた人に敬意を示す、レスペクトしている。そういうことが起こっています。だからね、ここ薄く書いておきましたが、間接的に上位に、聞いている人を上位に置いているっていうふうな言い方ですね。実際にね、聞いている人、どんな人かわからない。偉い先生かもしれないし、どっかの社長さんかもしれない。自分よりずっと頭がいい人かもしれないし、ずっとバカな人かもしれない。何にもわからない。わからないから上下、上とか下とか考えられない。とりあえず丁寧に、初めて会った人に対して丁寧に話す。お店に来た人に対して、お客さんに対して丁寧に話す。そういう時の表現です。いいですか？さっきの2つと違う点はそこです。相手の行為、自分の行為を使って上に置くとか下に置くとか、そんなことはしません。ただ、丁寧に話す。そのことで相手に敬意を示す。これが定調語です。はい。以上ですが、どうでしょう。なかなかね、難しいかと思いますが、しっかり確認しながら頑張ってみてください。はい。お役に立てればいいですね。ということで、今日はこの辺にしておきます。さて、皆様、いかがでしたでしょうか？ 3 種類の敬語の使い分け、漢字ぐらいはつかめていただけたでしょうか？誰が誰に対して話しているか、主語は誰かということに気をつけると理解しやすくなるのではないかと思います。まだまだ動画数少ないですが、これからも日本語学習、日本を知るための解説動画、どんどん作っていきたいと思います。チャンネル登録で応援していただけると多分頑張れそうな気がしますので、皆様よろしくお願いします。それでは今日はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。